はい、秋です。キムケンスタイルめっちゃ久しぶりです。1年ちょいですかね。で、ため池ですね今回は。まずは勘を取り戻すところから頑張っています。ちょっとアメリカンナイズされすぎてちょっと釣り雑になってるかもしれないです頑張ります。あ、しんど。よっしゃ。おお、やっぱりな、ゴストクやん。あ、これでかいかも。おお、いいサイズ。これは絶対取れる。でかい。どうしよう。でかい。はい、朝一ね、わからんということで、とりあえず便利なことします。コンタジグ83のジグストですね。はい。まあもう言うて秋なんで、多分あんまボトム引きずってあんま釣れる感じしてないんですよ。なんでもう横でなんかバーンってやりたいなっていう感じで頑張ります。はい。便利です、ジグスト。あ、なんかでも魚っ気あるな。今ちょうどなんか風吹き込んでいい感じにアク溜まってるんですよね。ここ青子の浮いてるやつ。適当沖からやってる。岸際ベタベタ、水ないな、ほとんど。でもどちらかというとちょっと沖側で待ってて、岸側に追い込んできてパクッっていうイメージです。もうちょい外側から引いてないかな。思いっきり適当。久々にやったら手痛いです。ちょっと足場高い時は結構竿横で振ってもいいんで、ここ言うて水面まで 1m50 ぐらいあるか。手前来たらもう一回縦にして、ラインが左右に振ってればジグストになってるんで、コオロギ鳴いてますわ。秋ですわ。もうこれ2本すれたんちゃう、ジグスト。ボトムの感じもつかめるのがいいですね。横に引くあっさ、水減ってるし、ど真ん中キャスト行ってみる。これからよいしょ。はい、あ、浅い。真ん中でも浅い。どっち側が深いんやろ。ちょっと一周ぐるっとやりながら考えています。もうちょい強さいるかな。ちょっと一回ロアー変えます。バイブレーションとかあってもいいんやけど、今持ってきてるのがこちら 1.8。 はい、これもね、何気にもう発売しているにもかかわらずアメリカ行っててお披露目できてないロアです。またこれちょうど高さ的にね、ちょうどいいんですよ。これミドルダイバーの出しどころ、船とかでもうちょい潜らしたいっていうのもあったんですけど、やっぱりね、足場高いとこ多い、まさにこういう条件のとこ 1.2 やとほぼサブサーフェイスみたいになってまうんで、強引に食いつかす意味もあってのミディアムダイバーですね。これで釣れたらもうできすぎですわ。あ、秒でそこそこ2かきでボトムついてます。
でも秋の減水期っていいですからね。基本は魚密度上がるのでいいはずなんですけども、減水にも程があるでしょう。サーキットバイブのただ巻きとか超いいんですけどね。あ、今なんか魚当たったな。この辺に溜まってんじゃない？やっぱボディタッチ感ありました今。ガゴンって 1.8 はね、まあ早巻きしてもいいんですけど、割と食いつき強いんで、僕はミディアムリトリーブぐらいです。まあ今これギア比7なんですけど、結構 1.2 とかは結構な全開巻きに近いスピードで巻いてるけど、こいつ食いつき強い分、やっぱちょっとゆっくりいってもガンガンボトムに吸い付いてくれるんで、逆にここまで濁ってたらそんなスピード出さんでもええそう。むしろちょっと泥にうめえの、ちょっと未成の、でまたうめえの、ちょっと未成の OK。 多分まあまあ浅い池なんで、ようわからん時はスピナーベイトということで、はい、もうとりあえずシンプルにいきますわ。個人的にね、トップはもうちょい火上がってからやりたいなっていうこだわりがありまして、はい、今とりあえずなんか反応見たいということで、これね B カスタムの8分の5オンス、ちょっと重たないっていう感じなんですけど、ちょっとリアクション気味に動かして使いたいんで重めの方がいいです。でそれにこの流儀のトレーラーホックね、引っかかりづらいんですよ。どうしてもこう上下挟んでるだけのやつだと着水衝撃でピッてなったりしたまま巻き始めでガツッと引っかかったりするので、このシステムは、単純に針でかくなってるのと一緒なんで、これでガンガンちょっとでも木とかあったら、ウッドカバー作り率高いんでこの時期試してみたいと思います。こう入れてどうや、ここボトムガビガビやん。結構こういう感じですわ、動きとしてはね。何も釣れそうじゃないでしょ。でも釣れるんですよ、はい、パッと見なんやこれみたいな感じなんですけど、多分見たことない動きやからでしょうね。単純にボトムでも使えてブッシュでも使えて適当に浮いてるやつも食うみたいな、そんなイメージです。この時にトレーラーフックがグラグラになるやつだと結構引っかかるんで、なのでこの流儀のスナックレストレーラー L です。これあれじゃん、アプローチアメリカすぎんじゃん。ヤゴのやつ、ヤゴのやつ、ヤゴのやつ、やばい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 。失敗しためっちゃ失敗した。ほんまはねピピピって通したいんですけど、亀乗ってる木って釣れるよね。はい、入った。亀ゾーン入った。パワーグライダー以上に落ちるのはるかに遅いんで、基本こんな感じです。でも飛ぶんです。おらん。
朝ゾーンまだ入ってきてない感じあんの。ヤゴスあかんのかな。ヤゴこんなんやね。たまにプルルってなってるっす。プルル気持ち悪い。やってみよう。ヤゴストですわ。あ、なんか今当たってこへんかった。なんか今当たってこへんかった。やばい、キムケンスタイルなんかストにしたら釣れる展開じゃんこれ。何でもかんでもスト。今なんかが食いに来た。何今のマジで。落とすよりこういうのの方がええんちゃう。多分なんかちゃうやつです。ギルか。じゃあ落としてみる一回。お、いた。平打った。こすりつけたかもしれん今。ヤゴに見て、手ちぎられ倒してるってことはなんか食うてるっす。吸われたかもしれん恋に。はい、このままやります。ここなんか怪しいな。ひときわこの間やっぱガビッとしてんやろな。あ、ちょっと待って、食った？あ、食った。よっしゃ。あーバレたわ。やっちまった。この時期ね、そこで壊すとこういうことちょいちょいあるんですよ。俗に言うすっぽ抜け祭りですね。トゥルチューンちゃんとしよう。足場高い時用にトゥルチューンを。これトゥルチューンの時こう掴む人多いけど、こうね、イボクシャットとかもこうそうなんですけど、このカクンってなってる側をこうリップの端っこ持っていくでしょ。でこうやってトゥルチューンキュッキュッキュッってあんまガシッと掴んだら思いっきり逆に曲がるんで、ちょっと足は高いから余計に今ちょっとシビアなんですよ。逆やった。ちゃんとトゥルチューンして一発で仕留めます。多分ね、これ系やったらもうちろん本気で食うと思うんですよ。やっぱボトム系9月とか結構ああいう食い方多いんですよね。 OK 完璧。おいおいおい。はい。ね、まあ、別にこれ恋にしてたんちゃうやろうけど、ちゃんと丸めて持ち帰ります。袋1個持っていくと便利です。ちょっとインレットですね、ヤゴっています。ここでもええ感じにこの青子のマットできてて僕は好きです。今ヤゴストですわ。お、食った。ちっちゃいかこれ。よっしゃ。あ、思ったよりでかかった。思ったよりでかかった。おお、ヤゴスイミング来たわ。ヤゴスイミングあるんですわ。今ね、インレットに向かって直で入れるとなんかあかん感じだったんで泳がして、激浅なんですけど泳がしてふわふわやってたら、いや久しぶりに池伸ばしてた。はい、何かと泳がす金券スタイルです。まあ、ちょっと実はさっきのバラシを生かした一本と言えますね。多分ね、普通にボトム置いといたりとかフォールで壊すとめっちゃ半信半疑バイトになりやすいこの季節。まあ普通やったらこのヤゴを泳がせへんやけど、泳がしたらまあまあガチ食いでしたわ。しかもめっちゃ浅いとこ。多分この青子が完全に今プラスですね。
まあほんまに風吹いてぐっちぐちに混じってまうとあんま良くないんやけど、こういう感じのマット状になってるタイミングで僕実は結構好きなんですよ。フロッグやる時もこれすごい好きなんで、青子の下をヘロヘロ泳がす感じ、そりゃ食いますわ。はい、ヤゴストでした。新テク生まれましたね。何かと生まれるみたいなと、深い側からじゃあ呼んでみます。呼んでみます。はい、ゼロ、ちっちゃい方。お、なんかおったで。このエッジらへんに浮いててもおかしないねんな、魚。多分だいぶ浅いんで、ちょっと今何も底取るようなルアー投げてないから分からへんけど、ちょっと落ち葉浮いてるのめんどくさいな、これ。今風でね、流れてきてるんですよ、こっちに。ただこうなると魚と水面の距離はぐっと近づくので、僕は好きです。日中の青コマット、しかも好きなルアー通せるじゃないですか。最高ですわ。青コやったら別に引っかからへんから、こういうことできちゃうわけですね。当然マットバシバシの方が当然魚もっとアグレッシブになるけど、これだけでもだいぶちゃうんで、多分激濁りとかでも全然魚アグレッシブになるので、このねグリーンティーゼロ、グリーンティーゼロ。上までこうへんか。なんかサブサーフェイスっていう絶妙レンジやったのかも。OK、ナイスフード。ちょっと顔にカニバッシャーいってください。あ、食ってもうた。あ、これ出るわ。ごめんなさい。あい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 、ね、普通にホールで食うてシェードにおるったっすわ虫よけください言うてた、食うてました。いやいやいや、ホールで食うたわ。はい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 、ホールで勝手に食うてました。はい、勝手に食うてます。はいはい、こういうようになった。ちょっと首は濃いめに吹いてきました。ありがとうございます。なんか当初のイメージ、朝涼しかったから外で泳がしてたらギャンってくるのかな思ったら、まあまあインレットとブッシュサマーみたいな感じですね。今無理にでも泳がして壊した方が乗るっすね、多分。あ、おこすげえ。いない。あ、来た。よっしゃ。おお、やっぱヤゴスト食うやん。あ、しかも結構いいサイズ。ヤゴスト食うやん。これちょっと新しいでなんか思いつきパターン第3弾ヤゴストでした。やってみるもんです。多分明らかにね、そこ置いとくよりも当たり強いですよ。ボワッってやっぱちょっと浮かしちゃった方がいいと思います。
一回落としてカバー際で食ったらラッキーね。これで食うたらラッキー。食わへんかったらからヤゴサですわ。あそこなんかの沈んで、食ったかも。今食ってたんじゃん。食った持ってけ。よっしゃ、ちっちゃかった。ちっちゃいってほどちっちゃくはなかった。おい、連発。これむっちゃ釣れますわ、マジで。餌なんちゃいますこれ。ヤゴのやつ。多分ちょっと小ぶりやったから一回離してもう一回食い直しよったっす。ジャゴロケットですね。ジャゴロケット、意味は、ヤゴロケットです。日本語にするとね、そのまんまなんですけど、もともとね、これ僕アメリカで自分で暇な時に自分で原型作って、足つけてってやってた原型をそのまま形にしてもらって、ちょっと手こ入れしたものなんですけども、基本的にはフォールウェイです。チャポンと沈めて落とすだけで、バックストレートみたいにシュッて入るんじゃなくて、まっすぐ落ちるようにデザインしてます。こういうパーツが周りブルブルついてるだけあって、かなりブルブル落ちます。ブルブルって、手の動きっていうもう普通のまっすぐタイプじゃなくて、ちょっとこう角度つけるだけでちょっと増幅するんですよね。水気が強くなって、かなり適当に投げててもかなりいいアクションは出るんですよ。でかつこの後ろの3本ね、これも水かもんで、もう全部がブルブルブルってなりながら落ちていくような、そういう設計なんですけども、いかんせん沈む虫系って基本はちっちゃいじゃないですか。僕こんなタックルなんですよ。今回ちょっと円筒も含めて、普段20ポンドなんですけど、 ALC の IB にオルトロスの16ポンドで、ロッドは MH の 70MH ですね。なんですけども、みんなちっちゃいの投げてると思うんですけど、僕も投げれないですよ。普段からこんなタックルなんでこれがミニマムぐらいのつもりですね。それこそため池の釣りって結構足場も高いし、その都度ネットを下ろして持って行ってっていうの僕嫌いなんで、ある程度 70MH クラスに、16ポンドやったら、それこそちょっとスピナーベイトやりたいなとか、フランクちょっと巻いてみようっていう時に、そのままスッと使えるんで、なるべく本数を減らして、コンパクトにやっていくっていうのが、僕のスタイルですね。それこそ対岸にいいレイダウンあるなとかようあるじゃないですか、池の釣りやったら、そういうところでもスパーンとキャスト決めれてっていう虫系が欲しいなっていう意味合いなんですよ。お前ロケットみたいにバチンって飛ぶんですけど、いいとこ入ったらそのままもう本当はライトリグのスピードで落とせる。それこそ春夏ぐらいに本当は出したかったルアーで結構早い時期の段階っていうのはもうそれこそ落とすだけで食うと思います。足元にポトンって落としてゆっくり落としていく、そういう釣り方でいいんですけども、それも結構僕サイトでもこれ使うんで、いたっていう時にキャスト外さずにしっかり目の前に落としてやれる。今回に関してはホールで食うかなって半分思ってたんですけど、やっぱりねこの時期それこそ8月末ぐらいから一気にやっぱホールベイトが効かなくなるタイミングがあるんですよね。そういう時やっぱり動かしてやらないと反応ないってことで、今回ほんま完全思いつきでちょっとホバスト風にやってみたら、それが当たってるかなっていう感じですね。基本的にはもう本当によく飛ぶ虫、そういう風に思ってもらったらいいかなと思います。ちなみにおすすめの針はインフィニの40ですね。これ用に設計してるので僕なんで、これを針先をちょこっとだけこのスリットが入ってる部分にちょこっと隠して、これで完成。簡単でしょ。水面直下で泳がしてる時はもちろんバイトもワンって見えますが、あとこいつ離さへんから一応ちょっと送り込んでから合わせてもいいですけどね。離さないので噛み心地抜群なはずなんで OK。 はい、お昼ご飯行きましょう。
強すぎんじゃん。うわ、こういうとこやったらちょっとなんかこんなんで釣れた回ありましたよね、一昨年ぐらい。あ、やりすぎた。 OK セーフ。 OK。 あー、落ち葉ついてる。 OK、 取れたわ。なんかポス言うた今。ポス言うたっすね。ちょっと待って。これゼロ無理みたいなとこでポス言うたんで出しちゃいます。久々にやっちゃいます。久々にも最終奥義。待ってたでしょ。いつぶりや。最近見た人はフロッグとかイメージないっすねとか思ってるかもしれない。俺もやり方忘れたんちゃうかな。取扱説明ですけど、ちょっと一回こうやって水になじましてください。はい、そしてこうですわ。でこうですわ。どこ行った。フロッグやとキャストがされます。はい、完璧。はい、完璧。はい、完璧。ここまでクリアやと躊躇なくシェードを狙っていけるな。こういう感じですね。懐かしいですね。どこまでもいけるよね。いいフロッグだ。おい、出た。あっそう小さいわ今の。思い出してきた。はい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 。今の絶対小さい。はい、まあタックルバック、ロッドですね。釣りするために必ずいるもんなんですけども、まあそれと同じぐらい大事なのがこちら、ライフジャケットですね。まあもともとね、僕も昔はしてなくて、まあ自己責任やしええやろぐらいの感覚でやってたんですけども、やっぱしなくて万が一足滑って落ちて溺れたとかなっちゃうと人に迷惑かけちゃうんですよ。やっぱり僕ライフジャケット水辺に立つ時おかっぱりでもつけるのがすごい大事かなと。もう人のためにも、もうそもそも僕らお邪魔させてもらってる、釣りさせてもらってる立場なんで、やっぱりライフジャケットで自分の身は自分で守る、事故は起こさない、それ以上にやっぱ万が一のことがあっても自分の命を守れるようにライフジャケットをする、まあ、これはキムケンスタイルずっと始まって以来、ライフジャケットをしている理由ですね。まだ暑い日は暑くて、朝夕ひんやりみたいな、全体の水温が下がって、ある程度予想酸素量っていうのも上がってきてるんで、ある程度魚アグレッシブな時期やと思います、ため池に関しては。で、こういう状況で、僕言うたらため池をやっぱり1年ぶりですみたいな状態です。なんか特別このテクニックがとかそういうのも持たずに、結構タックルも割とシンプルに収めてます。もうそれこそスピナーベイト、クランクみたいな、ね、ゼロはちょっと特殊ですけども、あとはフロッグ一応入れとこう。そういう感じで、ジグとか、割と、横の動き主体で考えてます。っていうのも、それこそため池って春から、夏にかけてっていうのは割とフォールベイト、フォールさしてボトム置いといたら結構食ってくれるっていう、いいとこ投げれればとか、優しいところもあるんですけども、結構秋になると一気に釣れづらくなるなっていうのはやっぱり、
ある程度こういう動きに反応しなくなる。これ結構日本全国同じやと思うんですよ。どういうタイプのフィールドであれ、割とこうヒュッて泳がしてやらないと、反応させづらいケースが多いんですよ。必ずとは言えないですけども、やっぱりボトムで壊せるって言ったら超一等地のこの部分とか、結構限定されていく中で、横の釣りに広げていくと、結構いろんなところがそれこそ、釣りの対象になってくるんで、いろんな、シチュエーションで釣り楽しめるんで、割とそこにアプローチするルアーはあんま複雑にしちゃうと、カバーできる量がすごい減っちゃうんで、という意味で、今回も本当にタックルもシンプルですね。これプロトタイプの、70MH と 70H みたいな。でそれに、今回は16ポンド1つ、これに関しては、ジャゴロケットであったりとか、ワーム系主体で使うものですね。でもう一つはこれもうバッチリ PE です。これはイボクゼロとかもそうなんですけども、トップウォーター全般ですね。当然フロック入れたいなっていう時にさっとこれ結び替えてって使えるんで、すごいシンプルな日本にしていてます。で、最近本当特にアメリカ行き出して、しっかりアメリカで釣りしていく中でもう PE の使用率がぐんぐん上がっていってます。遠くに当然綺麗にアプローチできて、そこで遠くでかけた魚もしっかり取ってこれる。でなおかつアクション面でもやっぱ PE 巻いてる方が圧倒的に遠くできっちりルアー操作できるんで、なんていうかな、アメリカでもほとんどの選手が結構 PE 対応してるって言っても過言じゃないぐらい PE の使用率上がってきてるんで、それに合わせて、当然針も強くしていかないといけないっていう意味で、結構強めの針ですね。でリルも強めのブラック10っていう、設定になってます。 PE 使う時に当然フロックとかやったらドラグガチガチでいいんですよ。これみんなPE なんかいろいろトラブル多いして毛嫌いする人多いんですけども、基本的にね僕結構このイボクゼロでもこれそれこそ、ピアスクワッドとピアストレブル結構太いのついてるんですけども、それでもちょっと滑るぐらいにしてます。魚かかったらこれしとくだけでバラシだったりとか針曲がるとか、そういうリスク大幅に軽減できるんで、イボクゼロに関してももともと標準は、フロントとかナイロンとかで使えるもんなんで、フロントがこれピアスクワッタの1で後ろが本来はピアストレブルの、これは2番なんですけども、今回ね PE 主体でいくっていうことで、今プロトタイプなんですけども、このピアストレブルブルータルの、2番ですね。一回り太い軸線に変えてます。なので PE にするときは結構ここ気を使ってください。やっぱ一回り衝撃強いんで、その分伸びやすいっていうことで、フログフックに関してはねもともとPE で使う前提で僕デザインしてるんで、現行のバスターク3ザークに関してはこのカスタムフログフックですね、流儀の、これが乗ってるんで、かなり以前に比べて貫通力上がってるんで、それでも僕は一応 100% で合わせるようにはしてますけど、以前ほどむちゃくちゃしなくても、刺さるようにはなってます。その代わりちょっと錆びやすくなってるんですよ。その従来のブラックニッケルに比べると水ついたまま保管しちゃうと錆びやすくなってるんで、僕は結構なんていうの、それこそ釣り終わったらボックス開けとくとか密閉空間にずっと置いとかないようにして錆びを防いでます。いった。着水直後からほばらせる。ほらやばないですか。お、なんか出てきた、なんか出てきた。やばいやばいやばい。くさ。金券スタイル史上最強のバイトシーンでしたね今。僕フグや思ったらバスでしたわ。フグの出てき方したもん一緒。ちゃんとドッグウォークしてる。ヤゴウォークしてるそう。なんか極めてきてもうたもん、ほばらせ方。命宿っても
バックハンドで対岸入ったで。ここはちょっと落としとかないでしょ。ダメ元で落としてからのホバです。あ、来た。あ、これでかいかも。おお、ええやん、ええやん。やっぱあるっすよ、ホバ。マジあるっすよ。おお、すげえ。おお、いいサイズ。あ、ちょっと待って。木があった上に。よいしょ、ナイス。あるっすよ、これ、マジで。4号クラス。はい、明らかにやっぱ一回多分ね、僕着底させてから泳がしてきたんですよ。多分ついてきてあ、水面近づいてたら、あ、パンみたいな、多分そういう食い方ですね。はい、泳がしたいね。見てください、この癖の強いメジャー。はい、あれそんなでかないか。ここゼロで45、6ってとこ、6かな、上で見たら45でか。はい、45アップ。こうで、あ、オッケー。はい。で、一回ボトム落とす。ボトムで見さす。ね、ここでまだ食わしちゃダメです。ここからホバ。もうラインこれぐらい暴れさすんですよ。右左。めっちゃ左右振るでしょ。そしたらちゃんとルアーがほばってるでしょ。で、浮いてきすぎたらこうちょっと横でこう一回落とす。わらってきてますよ今。わらに来てからのホバ。そうです。何したいだっけ。ヤゴスどっちでもよ。確か置いといたら反応微妙なんで、何でも泳がしたら釣れるっていうことです。脳神経にしてガチで効いてるっす。カラーチェンジ。虫感をもっと出していく。もう一回ちょっとフロッグリベンジ。一回やっとかなあかんでしょ。はい、入った。今日でもいまいち上まで上がってこうへんな。なんだろうね。オッケー。抜けるか。やばい。あ、落ちた。やってまったっす。はい。パワーアップしたカバー差し力。こういうね、まあ、明らかに水中まで根っこ入ってるのあれ一発だけやね。この池のボスはあそこでしたね、やっぱり。オッケー。
これは取れる、これは絶対取れる。でかいでかいでかい、これは取れる。よっしゃ、よっしゃ、どうしよう、でかい。リベンジ成功。よっしゃ、久しぶりですわ。うい、いや、フロッグおもろい。最高です。はい、これが金券スタイルでした。ちょっとね、意外に細いけど長そう。あ、こいつ50あんちゃう。あ、あるある。50、51ぐらいある。だから、まあ、カンカン開いた 51.8 どっちでもよ。はい、50アップ。お疲れ様でした。多分部首についてたはずなんですよ、あいつ。今出したやつで、こっちやから出てきたみたいな感じで。ちょっと優しめにいった方が出るっすわ、ここドゥフみたいな感じで。ただ激ヤさに投げるのが唯一の肝です。てか刺さらない思ったら止める、この感じです。思い出した。ちょっとガッサガサなってきたし、一回リタイしますね。このね、オルトロス今 P1 のちょっと細めにいってるんですよ。今日ゼロとかいろいろ、まあ普段100ポンドでいってるんですけど、フロッグだけの時は。こいつのすごいとこって、昔は結構ビミニツイストとかいろいろややこしいことしてたんですけど、ぶっちゃけ今日ただのパロマだけでいってます。ただのパロマ、ハーフヒッチすら入れてないです。普通の P ってどうしてもなんていうの、編んである中は空気じゃないですか。で結構滑りやすいんで、普通のこんなパロマやったらすぐ滑ってまうんですけども、 P1 に関しては真ん中にコア入ってるから、そのコアがガッて締まり込むと空気入らへんから、グッて締まった時に中のコアがグッていい感じに潰し効いて、そこでもうがっつりロックかかってるんで、もうこの P1 使い出してから、オルトロスの P1 使い出してからもう普通のパロマっす。で中芯入ってるんで、途中から柔らかなったりとかそういうこともないんで、結構ベイトをフルキャストする時結構フルスイングじゃないですか、バーンって。でそれでもうほとんどフロロと同じぐらいのフィーリングっていうか、ブレーキ設定で使えるから、どうしてもコーティングがいくらあってもコーティングが落ちてくると柔らかなってくるんで、その分ブレーキ強くしないと振り抜いた時にこのレベルワインダーに詰まってガツンってバックラッシュするんですけど、こいつは結構いつまでも真ん中にコアがあるから、普通のフロロ使ってるのと同じフィーリングで使い続けれるんで、これ結構ね、僕正直巻き替えてないですよあんまりっていうぐらい長く使えて、かつ、フィーリングもずっと変わらへんから PE が楽になったっていうか、まあ、特にこういう池なんかも入れれてなんぼやから、正直この10センチ奥入れるのが怖いから、手前にポトンって落としたら多分食ってない魚なんで、まあそういうアプローチするためにもやっぱもう PE っていうのはもう結構マストですね。それに耐えれるフックがあること前提で、なおかつそれに耐えれるロッドも大事やけどリールも大事。アメリカ行って僕が結構アップデートしたんってここなんですよ。 PE セッティングもっと対応しだしてて、まあ、遠くでかける魚も取れるっていうのが大事なんで、やっぱで同じテンポでアクションできるし、今日なんか結構奥突っ込んで同じテンポで柔らかいアクション、遠くても近くても同じアクション出さなあかんから、やっぱそういう意味でも安定感が全然違うんで、なんで今日はもうゼロもこの PE のタックルで全部やってます。なんで思い切る、草入った、失敗した、でも PE やから大丈夫みたいな、こうやって抜いてくる、これができるんですよ、フロッグやと。入るまで何回でもやってますね。まあ、とりあえず初日は、まあ、思ったより夏っぽい感じ。明日夕方雨降るっていう話なんで、ちょっと期待しつつ、まあ多分次の雨で大きく季節がガッと前に進むと思うんですよ。朝夕すごい涼しいんで、まあ、ちょっとこの変化を利用してでかいのを狙っていきたいと思います。今日は
ボトムで壊してもバレるとかあって、まあ、泳がす方向に行ってたんですけど、ちょっとボトムでピッてリアクション気味に壊せれる方法ないかなということで、じゃあ、はい、三浦君の作ってるパワースウェイっていうスティックベイトですね。まあ、結構比重結構あって、ほんまはね、タックル的に10ポンドぐらい巻いてるベイトフィネスで推奨らしいんですけど、そういうタックル持ってないんで16ポンドで一回やれるかどうか試しています。ヤゴのやつそのまんまのタックルでやります。はい、結構ホールの時にピロピロってなるらしいです。まだ使ったことないです、このバージョン。お前めっちゃ動くやん。うわーなってますわ。まだね、朝のうちそんな魚浮き出してないんですよ。酸素が足りてる時間帯だと思うんですよ。でもうちょっと昼ぐらいになって酸欠始まってようやくギルとか浮き出して表層系とかいいムードになるんかなっていうのが昨日の手応え。結構 A スピード落ちるわこれ。無限でも扱えるシリーズ第2弾ですね。ちょっとブンってボトムでこうブンってちょっと魚っぽいっていう感じで。はい、バークレーのパワーベイトパワースウェイですね。これねちょっとまだ本当にプロトのプロトで、僕もあとこんだけしか手元にないんですけど、これはねバークレーのスタッフの三浦君っていう、ロコアングラーがですねデザインしたワームです。まあ、いわゆるもうスティックベイトなんですけども、結構進化してかなり扱いやすい重量になってます。で、まあ、今回試しにもこのジャゴロックやったね、これ使ってるタックルでそのまま針もそのままインフィノ40で使ってみたんですけど、全然扱えるっていうぐらい重量感あって、池の釣り特にっていうのはやっぱアキュラシーかなり大事なんで、おかっぱりしてる以上しっかりバチンって入るだけのアキュラシーもあって、まあ三浦君は曰くこれ結構フォールベイトとして基本的にはデザインしてるみたいなんですよ。でフォール時にこうスウェイっていう名前通りこう水平フォールしながらテールがプルプルプルって震えていくっていうすごい絶妙のフォールアクションで出てて、ぶっちゃけもうどこで使っても釣れるタイプのワームやと思います。表層で引いててもすごいいい感じに水絡んでアクションするし、もうそれこそボトム置いてピピンって跳ねさせても、まあ、しっかりテールが毎回プルプルってアクションしてくれるんで、まっすぐジョーンっていくビョンって飛ぶタイプのスティックベイトのいいところもあるし、フォールベイトとしてのアクションもしっかりあるしっていう意味で、まあ、かなり使いやすいスティックベイトになってるかなと思います。マジ一回虫落としていいですか。あ、食った。よっしゃ、牙におったわ。あ、ちょっと可愛い可愛いけど、やっぱ泳がしたら食うな。泳がしたら食いました。はい、こうやって使うんだよ。ジャゴロケットはこうやって使うんですよ。はい、思いつきですけど泳ぎヤゴですわ。ヤゴって確かにこんな感じで泳いでる時あるっすけどね。ほんまにそれは思ってんかもしれないです。こういう感じ、こういう感じか。あ、シャ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 、こういう感じ。これですわ。インレット落ちパクパターンいっています。どこまでインレットやこれ。ここか。水あれへんやん。ここやろ。こういってフグいっぱいおる。フグがいっぱいおった。
久しぶりやな、このインレットでペチャペチャ。何あ、バスやった。食った。よし、ちっちゃかったけどなこいつでしたわ。愛地引きでフラフラ泳がしてたら食うたっす。ウィーパースウェイ。ちょっと風も吹いてきてコンディションも変わったことですので、さっき水少なすぎたところに戻ってきてます。あれ、これだともうインレット突っ込めてまうやん。あ、だいぶ増えたな。あ、だいぶ増えたわ。ええ感じやわ、これ。はいはいはい、だいぶ増えてますわ、水。はい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 。右側の半分もだいぶ水増えて雰囲気変わってると思う。ここに関しては多分入ってくる水が冷たかったら他の駅より若干水温低いんちゃうかな。新しい水で水位増えたぐらいなんで、ひょっとしたらひょっとするかも。午前中にね、どこにハードボトムあるか結構手探りで探りまくったんで、その上はもう表層一発勝負ですね。まあ、結構表層やったら何回やってもプレッシャーはそんなにかからないんで、プレッシャーかかってるなら水面で勝負でしょうということで、これは多分でかすぎですけど、おっしゃ、やっと出た、やっと出た。大きくないわ、大きくないけど嬉しいかも。かなり嬉しいかも。大きくないけど嬉しいかも。やったーやったー。ほら、金券サイラーはこうじゃないと。雨降り始め。はい、といった感じの季節の変わり目のため池でした。雨でね、もっともっと季節が進むかなっていう感じだったんですけども、ちょっと思いのほかパワーがまだまだなくて、もうちょっと秋が深まってきたらもっともっと展開が変わってくると思うんですけども、やっぱりため池基本的にやっぱ、こんな感じで魚の生態がすごいつかみやすいんで、今回釣りしててもすごい勉強だろうなと思いながらやってました。やっぱため池の釣りが僕は結構トップクラスに好きかなと思います。あとはね、ため池って言ったらやっぱり基本的に管理者さんがいて、大事にしてる人がたくさんいらっしゃるので、ゴミを捨てないで当たり前ですけども、釣りゴミとか、なんかこれはかんやろっていうのを見つけたら拾う、それから挨拶を欠かさない、これを絶対忘れないようにね、楽しんでもらえたらいいと思います。ありがとうございました。